皆さんこんにちは、レンです。皆さん、日本語勉強を楽しんでいますか？外国語を勉強するのはとても楽しいですが、時々苦しいと感じることもあると思います。例えば、試験に合格できなかった時や、上達がなかなか感じられない時、そんな時に日本語を勉強するのが苦しいと感じられることもあると思います。外国語を勉強するのは楽しいだけではありませんよね。そこで今日は僕のスペイン語学習の苦労について話したいと思います。僕は2年前からスペイン語を勉強し始めました。スペイン語を選んだ理由は2つあります。1つ目はかっこいいからです。僕はスペイン語の音がとても好きでかっこいいなって思います。2つ目の理由はたくさんの人が話しているからです。スペイン語はスペインだけじゃなくて南アメリカの方でもたくさん話されていますよね。スペイン語を話すことができればたくさんの人とコミュニケーションができるのでとても便利だと思います。以上が僕がスペイン語を選んだ理由ですね。それで僕はスペイン語を勉強していますが、単語や文法は勉強していません。全く勉強していません。僕は理解可能なインプットでスペイン語を勉強しています。皆さん知っていますか？理解可能なインプット。これはかなり有名なので、皆さんも知っていると思います。スティーブン・クラッシャンという人が提唱した言葉ですね。理解可能なインプットというのは、内容がほとんどわかる。その内容が楽しめる。そんなコンテンツをたくさん聞いたり見たりする勉強法のことです。スティーブン・クラッシャンさんは、僕たちはメッセージを理解することで言語を学ぶと言っています。We acquire language in one way and only one way, when we understand messages. We call this comprehensible input. 僕はこの勉強法にとても賛成していて、スペイン語は理解可能なインプットで勉強しています。スペイン語で YouTube の動画を見たり、スペイン語の本を読んだり、スペイン語でアニメを見たりしています。それで、その勉強法を1年ほど続けたら、リーディングとリスニングがすごく上達しました。スペインの YouTube を楽しめるようになりましたし、スペイン語の本も読めるようになりました。そこでスペイン語に自信がついたので、スペイン語の検定試験を受けることに決めました。去年の6月にスペイン語の検定試験を受けました。試験のレベルはセファールで B2、中級者から上級者のテストですね。その試験では文法問題と単語の問題、それと長文読解とリスニングがありました。僕は理解可能なインプットでずっとスペイン語を勉強していたので、文法や単語は全くわかりませんでした。ですが、自信はありました。スペイン語で YouTube を見ることもできましたし、本も読むことができたので、文法も単語もかなり自信がありました。試験当日はとても緊張しましたが、内容にはとても自信があって、絶対に合格したなと思いました。それで、この試験なんですけど、結果が紙で届くんですよね。インターネットで見ることはできなくて、直接家のポストに結果が届きます。合格の場合は大きい封筒で届きます。が、不合格の場合はとっても小さな封筒で届くんですよね。なので、
封筒を開ける前にもう結果が分かってしまうんです。それで、もちろん僕は自信があったので、絶対に大きな封筒が来るなと思っていたんですけど、ある日、仕事から家に帰って、ポストに封筒があったので、見てみると、その封筒は小さい封筒でした。それで本当に驚いて、信じられないと思って、もうすぐに開けてみたんですけど、結果は不合格でした。合格できませんでした。この試験は100点中70点以上で合格なんですけど、僕の点数は67点でした。本当に悔しいですね。あと3点ですからね。あと1問解けていたら、僕は合格できていました。あと少し足りなくて合格できませんでした。その時は本当に悔しかったです。それで本当に悔しかったので、もう一回試験を受けることにしました。1回目が6月にありまして、で、2回目が12月にあるんですよね。半年に1回試験があるので、今回は12月に受けることにしました。次の試験までの6ヶ月間、僕は文法や単語を少し勉強しました。また、インプットも続けていて、スペイン語でアニメを見たり、YouTube をスペイン語で楽しんだりしていました。それで12月になりました。今回は前回よりもたくさん勉強したので、前回よりも自信がありました。試験の当日もあんまり緊張はしなくてですね、もう余裕だろうと、絶対に受かるなと、そういうふうに思っていました。で、実際試験の内容はとても簡単に思えてですね、これは絶対に受かるなと思って試験を受けていました。それで1ヶ月後に結果が届きました。家のポストを開けてみて、中を見てみると、なんとまた同じ小さい封筒が入っていました。もう今回は本当に驚いてですね、その封筒を急いで開けたんですけど、点数がなんと67点でした。前回と同じ点数だったんですよね。67点。70点以上で合格なので、3点だけ足りませんでした。もうこの時は本当に悔しくて、泣きそうになりましたね。同じ試験に2回も落ちることは今までなかったので、すごく悲しかったですね。もうここまで来たら、試験に合格するまで受け続けようと思います。試験は6月と12月にあるので、また今年の6月にスペイン語の試験を受けようと思います。次は絶対に受かりたいですね。やっぱり文法があまり詳しくなかったので、次の6月の試験までに文法をたくさん勉強しようと思います。リスニングと長文読解はとても簡単なんですよね。とても得意なんですけど、やっぱり文法がなかなかわからなかったので、もう今回は文法をたくさん勉強して、次の試験では必ず合格したいです。皆さんは日本語の試験を受けたことがありますか？コメント欄で教えてください。はい、それでは今日の動画はこれで終わります。見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。